んにちは、せいなです。今回は9月22日全国発売、1月1日より一部店舗にて先行発売中のルナソルアイカラーレーションの新色21番メルティングネブラ限定色 EX33 番ギャラクシーループ、そしてカラーリンググレーズの限定色 EX09 番ハーモニークラウドをご紹介していきます。ルナソルの秋コスメ第2弾は宇宙や星の輝きがテーマになっているということで、鮮やかですが深みも感じられるようなカラーラインナップが実際にどんな感じの発色なのかとても気になるコレクションですよね。今回もアイシャドウは1色ずつの単色塗りをご紹介した後に各パレット2パターンずつのメイクルックをお見せして、カラーリンググレーズも1色ずつの単色塗りと2色を組み合わせて使った時にどんな感じの違いが出るのかもご紹介していきますので、少しでも参考になれば嬉しいです。またこちらのチャンネルでは他にも新作のコスメを中心にご紹介しておりますので、気になった方はぜひチャンネル登録して動画もチェックしていただけたら嬉しいです。それでは早速始めていきます。今回ご紹介していくのはこちら、ルナソルアイカラーレーション22メルティングネブラ EX33 ギャラクシーループ。星々が渦巻き、幻想的な光が躍動する。果てしなく広がる宇宙を舞台にダイナミックに混ざり合う星雲や銀河の色と輝きを表現した4色セットアイシャドウ。艶やかなカラーが溶け合い、無限の奥行きを感じるドラマティックな眼差しへ。新色の21メルティングネブラはクールなピンクと繊細な輝きが重なり、星雲のように彩りが移り変わるメルティングネブラ。限定色の EX33 ギャラクシーループは深みを秘めたブルーとシルバーが銀河のように光り輝くモードな印象のギャラクシーループ。続いてこちら、カラーリンググレーズ。透けるようなベリーピンクにブルーパールが輝いて、柔らかくロマンティックな表情が生まれる。艶やかな色と光を溶け合わせてにじみ出るような血色感と美しく自然な立体感を演出する2色セットのチークカラー。今回発売された限定色の EX09 番ハーモニークラウドは鮮やかな色と艶が調和してロマンティックな表情を演出するハーモニークラウド。それでは早速カラーリンググレーズの限定色 EX09 番のハーモニークラウドからご紹介していきたいと思います。カラーリンググレーズはこんな感じで、左側が A、右側が B とカラーが2色に分かれていて、まずこちらの A のカラーは透けるようなピンクにブルーのパールを潜ませたチークカラー。隣の B のカラーは濡れたようなツヤを与えるカラーとなっています。まずは A のチークカラーのみを頬の上に塗ってどんな感じの発色なのか見ていきたいと思います。今回は付属のブラシではなく、こちらのコパコンのチークブラシ D を使って塗っていきます。こちらは手元で見た時もカラー説明の通りの青みピンクのベースにブルーのラメがしっかりと効いている限定らしいとても可愛いカラーだなと思いましたが、頬の上にのせてみるとこんな感じで意外と発色は強すぎないので、一度軽くのせるとこんな感じでかなりカラー調整もしやすいです。もう少し重ねていきたいと思います。はい、まずはこちら側の頬に A のチークカラーをしっかりと発色させてみました。頬の上にのせてみるとこんな感じで、まさにブランドからの説明通りの少しくすみ感のあるベリーピンクが自然に肌に溶け込むように発色した上に、よく見ると微細なブルーのラメがキラッとアクセントで輝いてくれます。
手元で見た時は意外としっかりとブルーのラメを感じられたので、もう少し派手な印象になってしまうかなと思いましたが、ベースの粉質が意外と軽くて肌なじみが良くて、さらにラメも微細でそこまでキラキラしすぎないタイプだったので、ちゃんとブルーのラメでアクセントを与えてくれていますが、そこまで派手すぎない印象のところもものすごく使いやすいなと思いました。近くで見てもこんな感じで、パールによるツヤは意外と控えめで、ブルーのラメだけがキラリと光るようなタイプなので、パール感が強いタイプだと毛穴が悪目立ちしてしまうのが気になるという方にも使いやすい質感です。見た目よりも使いやすいベリーピンク系ですね。では反対側の頬には B のツヤカラーを塗ってみます。A のカラーが思ったよりもパールによるツヤやラメによるきらめきが抑えめだったので、 B はしっかりとハイライト効果を得られるタイプなのかなと思いましたが、意外と肌の上にのせてみても B のカラーもこんな感じで、そこまでキラキラなりすぎないタイプですね。はい、反対側には B のツヤカラーを塗ってみました。カラーとしてはこんな感じで、かなり肌なじみのいいベージュ系なので、A のカラーの上に乗せてカラーを調整したり、ハイライトとして使うのにも良さそうです。そして質感としてもこんな感じで、よく見ると微細なパール感が乗って自然なツヤを出してくれるタイプですが、こちらもそこまでパール感が強すぎないのと、ラメなども特に感じないタイプなので、きちんと肌にツヤを与えてくれますが、そこまで派手になりすぎないようなタイプでした。ただ距離があるとこんな感じで頬に自然な濡れツヤ感を与えてくれるので、普段使いもできるハイライトカラーとしても活躍してくれそうです。今回限定色として登場した EX09 番ですが、 A のカラーも B のカラーもトレンド感は抑えつつ、普段使いもしやすそうなニュアンスでした。それぞれ引きで見るとこんな感じです。それでは A のカラーの上に B のカラーを重ねてみたいと思います。 A の自然なブルーのラメの上に B の少し落ち着いたベージュカラーが組み合わさってツヤが増して、このカラーを重ねるとより透明感がアップする感じがします。はい、こんな感じで両方の方にカラーリンググレイスの限定色 EX09 番を2色組み合わせて塗ってみました。今回の限定色はまず A のカラーが単色塗りだと軽くてふんわりとしている粉質の上にポイントでブルーのラメが輝くようなタイプだったので、単色塗りだとふわっと頬を染め上げるような発色でしたが、 B のツヤカラーを足すことでこんな感じで内側からの発光感と透明感がより増したように感じます。 B のツヤカラーは単色塗りをすると肌の色に近いような馴染みのいいベージュカラーだったので、この2色を組み合わせると透明感が出るというのがとても意外でした。ふんわりとした質感を楽しみたいときは A のカラー単色塗り、発光感とツヤ感と透明感をアップさせたいときは2色組み合わせで使うなど、いろいろなパターンが楽しめそうです。ではここからはアイカラーレーションの新色21番のメルティングネブラからご紹介していきたいと思います。まずは1色ずつまぶたの上に単色塗りをしてカラーをご紹介していきたいと思います。まず1色目、左上の A のカラー、濡れたようなきらめきを与えるカラー。今回のコレクションのテーマが宇宙や星々の輝きということで、手元で見た時からいつものアイカラーレーションよりもツヤ感とラメ感をかなりしっかりと感じられるなと思っていましたが、 A のカラーはこんな感じで、粉質はとても軽やかですが、パールによるツヤと大粒のラメのきらめき両方を楽しめる濡れツヤカラーです。はい、まずは1色目 A のカラーはこんな感じでした。軽くてさらりとしている粉質は他のアイカラーレーションと同じですが、こちらのカラーにはパールによるツヤと大粒のラメのきらめき
両方楽しめるようなアイカラーレーションの中でも特に華やかなラメカラーでした。そしてパレットで見るとこんな感じで、もう少しうっすらとピンクベージュのようなベースカラーが乗るのかなというふうに思っていましたが、まぶたの上にのせると意外とベースのカラーは肌に馴染んで、パールによるツヤとラメだけが残るような印象です。他のカラーの上にアクセントとして使うのにも良さそうです。続いて B、彩りを軽やかになじませるカラー。B も軽くてさらりとしている粉質で、こちらは特にパールやラメなどはあまり感じないナチュラルでふんわりとした褐色ですね。はい、2色目 B のカラーはこんな感じでした。こちらも反対に塗っている A と同様、軽くてふんわりとしている粉質で、カラー自体も柔らかいニュアンスなので、普段のアイカラーレーションならもっと肌に馴染むようにナチュラルな発色になっているのかなと思いましたが、こちらのカラーは指で塗っていくと意外とこんな感じで、パレットを見たままのような柔らかいカラーがしっかりとまぶたの上でも楽しめました。こういった柔らかくて明るいハイライトのようなカラーはなかなかまぶたの上でしっかり発色させるのが難しいものも多いので、この透明感と柔らかさのあるニュアンスがしっかりとまぶたの上で楽しめるのはとてもいいなと思いました。そしてよく見るとかなり微細なブルーのラメがちらちらと輝きます。A のカラーと B のカラー、それぞれ引きで見るとこんな感じです。続いて C、鮮やかながら透明感のある発色でドラマティックに彩るカラー。意外としっかりと発色を楽しめるようなタイプですが、パールによるツヤも効いているので、カラーが一気にドンとついてしまうということもなく、調整もしやすいタイプです。カラーリンググレースの限定色のような、少しベリーの要素もあるような明るめピンクカラーですね。はい、3色目 C のカラーはこんな感じでした。結構しっかりとカラーの発色を楽しめるタイプでしたが、上の2色よりも少しだけしっとり感があって、全体的にパールによるツヤが効いているカラーなので、指で塗ってもしっかり発色は楽しめつつ、ちゃんと綺麗にまぶたに伸び広がってくれるタイプで、とても塗りやすい粉質でした。カラーとしては青みを感じるような明るめのベリーピンク系で、その上に微細なブルーのラメとシルバーのラメもキラキラと輝いてくれます。透明感をしっかりと感じられるようなピンクカラーですが、高発色タイプだからか程よい深みもあるところが使いやすそうです。とても可愛いカラーですね。最後 D、光沢を感じる深みでバランスを整えるカラー。結構明るめのオレンジカラーに発色するのかなと思いましたが、意外と肌なじみのいいオレンジブラウンといった感じの発色で、ものすごく大人っぽくて可愛いカラーです。はい、4色目 D のカラーはこんな感じでした。こちらも反対に塗っている C と同様、しっかりと発色を楽しめる高発色タイプで、さらに粉質もしっとりとしていましたが、こちらにもパールによるツヤが全体的に効いているのと、大粒のラメも一緒に楽しめるようなカラーなので、指で塗っても濃くなりすぎずに、しっかりと深みを与えながらも、パールによるツヤと大粒のラメのきらめき、両方楽しめるようなカラーでした。こちらは単色塗りで仕上げても、陰影感とラメ感とツヤ感、全てが楽しめるので、とても可愛いと思います。そしてカラーとしても、明るすぎず暗すぎない、絶妙なオレンジブラウンカラーで、このカラー個人的にもとても可愛いなと思いました。同系色と大粒のゴールドのラメを楽しめます。C のカラーと D のカラー、それぞれ引きで見るとこんな感じです。
ではここからはアイカラーレーションの新色21番のメルティングネブラを使ったメイクを2パターンご紹介していきたいと思います。まず1つ目のメイクは B のカラーを指に取ってアイホール全体にベースとして塗っていきます。続いて C のカラーを指に取って上まぶたの目を開けた時にカラーが見える位置までのせていきます。続いて D のカラーを付属のチップの太い面に取って下まぶた全体にのせていきます。最後に A のカラーを指に取って上まぶたの黒目の中心から少し広めに裏目を重ねていきます。はい、アイカラーレーションの新色21番のメルティングネブラ。まずは1つ目のメイクパターンが完成しました。1つ目のメイクでは右上の明るくて柔らかいのにしっかりと発色してくれるパープルカラーと左下のメインであるピンクカラーをしっかりと発色させた透明感を感じるようなピンク系に仕上げてみました。どちらも意外と高発色なタイプですが、全体的にパールによるツヤが効いていたり、最後にアクセントとして大粒のラメを重ねたりしているので、カラー同士が喧嘩することもなく、とても透明感を引き出してくれているようなメイクに仕上がっていると思います。下まぶたにはオレンジブラウンのカラーを合わせることでトレンドっぽさも引き出してみました。切り見るとこんな感じです。続いて2パターン目のメイクです。まず C のカラーを指に取って上まぶたの目を開けた時にカラーが見える位置まで塗っていきます。続いて D のカラーを指に取って上まぶたの黒目の中心から目尻の外側に向かってのせていきます。続いて B のカラーを付属のチップの太い面に取って下まぶた全体に入れていきます。最後 A のカラーを付属のチップの細い面に取ってさらに下まぶた全体に上から重ねてそのまま上まぶたのまつげの際にも重ねていきます。はい、2パターン目のメイクルックはこんな感じで完成しました。2パターン目もパレットの中の全4色を組み合わせて使ってみましたが、発色がしっかりとしている C のカラーと D のカラーをなるべく柔らかく発色させたのと、最後に上下のまぶたに細いチップで A のラメカラーをアクセントとして重ねたことで、より透明感とふんわり感も出るようなカラーメイクに仕上がったかなと思います。一見派手なカラーメイクに仕上がりそうなパレットですが、こんな感じで全体的にパールによるツヤのニュアンスが効いているので、全色組み合わせても派手すぎずに柔らかさが残るようなカラーメイクが楽しめるパレットでした。ピンクとオレンジブラウンを組み合わせても可愛い仕上がりですよね。で見るとこんな感じです。続いてこちら限定色の EX33 ギャラクシーループをご紹介していきます。まずは1色ずつまぶたの上に単色塗りでご紹介していきます。
1色目、左上 A のカラーです。こちらの A のカラーも先ほどの21番のパレットと同様、濡れたようなきらめきを与えるカラーとのことですが、こちらの限定色の A のカラーの方がよりパールによるツヤ感としっとり感、そして濡れツヤ感が増しています。はい、1色目 A のカラーはこんな感じでした。21番のパレットの A のカラーよりも粉質が全体的にしっとりとしているのと、上から輝くラメがかなり大粒なタイプなので、こちらの EX33 番の A のカラーの方がより濡れツヤ感ときらめき感をしっかりと感じられる限定色らしい華やかなラメカラーでした。そしてカラーについてはパレットで見るとこんな感じの少しグレーのニュアンスも感じるようなくすみカラーでしたが、まぶたの上にのせてみるとくすみ感はなく透明感がアップするような明るめの発色でした。シルバーの大粒ラメが一番目立っていますが、よく見ると多色のラメによるきらめきで目元に立体感を与えてくれています。続いて B のカラー。こちらも肌なじみが良くて柔らかいカラーですが、意外とまぶたの上でカラーを楽しめるタイプですね。はい、2色目 B のカラーはこんな感じでした。こちらの B のカラーは先ほどの21番のパレットと同様、カラー自体は柔らかくて肌なじみがいいですが、意外とまぶたの上でもしっかりと発色を楽しめるようなタイプでした。肌なじみのいい柔らかいピンクのカラーがしっかりとまぶたの上に乗ってくれて、こちらはパールによるツヤもしっかりと感じられます。A のカラーと B のカラー、それぞれ引きで見るとこんな感じです。続いて C のカラー。こちらはパレットで見るとかなり鮮やかなブルーという感じですが、まぶたの上にのせると結構くすみ感も感じられるので、意外と馴染んでくれますね。はい、C のカラーはこんな感じでした。パレットで見るとこのくらい鮮やかなブルーなので、少し難しそうなカラーかなという印象でしたが、まぶたの上にのせるとこんな感じで、かなり伸びがいい粉質だったので、指で塗ってもこんな感じで透け感が残ってシアーな発色だったのと、鮮やかですが深みも感じられるので、そこまで肌から浮かないというのはもちろん、ブランドからのカラー説明に赤みを秘めたブルーという記載がある通り、パールやラメにレッド系を感じるというわけではないですが、角度によってアイシャドウの境目に少しレッドのニュアンスを感じるような、とても絶妙なカラーなので、このいろいろな要素が合わさって単色塗りでも意外と浮かないブルーカラーでした。同系色のラメが散りばめられているのもとても可愛いです。最後 B のカラーです。こちらはパレットで見るよりも意外とシアーなブラウンカラーですね。はい、D のカラーはこんな感じでした。指でしっかりと何度か重ねても、ふんわりとした濃すぎない発色と暗すぎないカラーのブラウンで、単色でも使いやすいタイプでした。パールによるツヤも全体的に効いているので、こちらをベースに使って上からカラーアイテムを重ねても可愛いと思います。少しピンクの要素も感じるようなブラウンカラーです。今年はサマーコレクションからブラウンとブルーの組み合わせのパレットなども人気ですよね。C のカラーと D のカラー、それぞれ引きで見るとこんな感じです。ではここからはアイカラーレーションの限定色 EX33 番のギャラクシーループを使ったメイクルックを2パターンご紹介していきます。まず1つ目のメイクは B のカラーを指に塗ってメイホール全体にベースとして塗っていきます。
続いて C のカラーを指に取って、上まぶたの黒目の中心部分にのみ目を開けた時にカラーが見える位置までのせていきます。続いて D のカラーを指に取って上まぶたの目尻3分の1に締め色としてのせていきます。最後に A のカラーを付属のチップの細い面に取って下まぶた全体にしっかりとのせていきます。はい、こんな感じでアイカラーレーションの限定色 EX33 番を使ったメイク1つ目が完成しました。全4色を組み合わせてみましたが、個人的にこの柔らかいピンクとブルーのニュアンスがとても可愛いなと思ったので、この2色をメインに組み合わせてみました。ただどちらもこんな感じで指で塗ってもふんわりとした柔らかいナチュラルな発色にも調整することができたので、今回のメイクはブルー系のアイシャドウを取り入れたいけれどあまり派手な印象にはしすぎたくないという方にも使いやすいと思います。あえて黒目の中心にのみアクセントでブルーを入れることで派手な印象にはなりませんが、ふとした時にこのブルーが見える感じがとてもおしゃれだなと思います。パレットの見た目だとかなり深めのブルーに見えるので一見使いにくそうですが、カラーや質感がとても使いやすいタイプでした。木で見るとこんな感じです。それでは最後2パターン目のメイクです。まず C のカラーを指に取って上まぶたの目を開けた時にカラーが見える位置までしっかりと発色させていきます。続いて D のカラーを指に取って上まぶたの目尻3分の1に締め色としてのせていきます。続いて B のカラーを付属のチップの細い面に取って下まぶた全体にのせていきます。最後 A のカラーを指に取って上まぶたの黒目の中心にのせていきます。はい、こんな感じで2パターン目のメイクが完成しました。1つ目のメイクはピンクをベースに使ってブルーはポイント使いで仕上げましたが、こちらの2パターン目はブルーをベースにしっかりと発色させて、その上にブラウンで締めた後、下まぶたにピンク、そして最後にアクセントでラメカラーという1つ目のメイクとはまた違った組み合わせにしてみました。やはりこちらのブルーのカラーは指でしっかりとベースとして発色させてもこんな感じで意外と肌なじみがいいので、ブルーを全面に出しても浮く感じがしないのと、目尻3分の1に重ねたブラウンのカラーに少しピンクのニュアンスを感じるからか、目尻側にパープルのようなアクセントも入るので、この2色の組み合わせもとても可愛いなと思いました。落ち着いたニュアンスのブルーカラーなので、しっかりと発色させても大人っぽいメイクに仕上がりました。着てみるとこんな感じです。はい、ではこんな感じで9月22日全国発売、8月1日より一部店舗で先行発売中のルナソル秋コレクション第2弾からアイカラーレーションの新色と限定色、そしてカラーリンググレースの限定色1色をご紹介していきました。今回のコレクションは見た目だとカラーがかなり鮮やかなので
少し難しそうかなという印象もありましたが、実際に使ってみるとさすがルナソルという感じで、肌なじみがいいふんわりとした質感だったり、パールによるツヤが効いていたりなど、かなり使いやすいように計算されていました。特に透明感と可愛らしさが欲しいという方は、新色の21番アイシャドウパレットと限定色のカラーリンググレースの組み合わせもおすすめで、ブルーのカラーを浮かずに自然に使いたいという方は、限定の EX33 番のパレットもとてもおすすめです。気になった方はぜひチェックしてみてください。メイクについてのご質問やこんな動画が見たいなどございましたら、お気軽にコメントやチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは最後までありがとうございました。